Hi, how are you? こんにちは、みずきです。皆さんお元気ですか？はい、ありがとうございます。私は今日も元気です。はい、最近私はですね、週末にどこかしらよく出かけていることが多かったんですけど、今週の土日は特に予定もなく、ゆっくりできる休日を過ごせそうだなっていう感じです。はい。なので少し時間があって何か動画を撮ろうかなと思って今日撮影することにしました。皆さんはどうですか？最近の週末とか休みの日はどこか出かけましたか？よかったらコメントで教えてください。はい。で、もうね、4月も終わって5月になっていく時期なので、もうね、この服大好きなんですけど、さすがにもうこの服は着るのが終わりかなって思っているところです。もうね、さすがに暑くなってくるので半袖がメインになってきますね。なのでこの服はきれいに、洗濯して、そして片付けて、でまた冬になって寒くなったら着れたらいいなって思っています。まあでもね、ちょっとずつ毛玉とかも増えてきちゃったので、また毛玉取りできれいに取って、それをもう一度着るか、それとも新しい似たような服を買ってそれで満足するか、どっちかなっていうところではあります。はい。で、今日はですね、私が一人でたくさん話す日本語のポッドキャストです。みずきです。チャンネル登録お願いします。じゃあ今日のテーマはでれん、今年も無事にスノボに行くことができたよっていう話です。もうね、春になっちゃってるんですけど、そういえば今年一回はスノボに行きたいなって確か皆さんに何かの動画でお話しして、で無事に行くことはできたんですけど、その話をするのを忘れていたなって思って2月の話なんですけど、今日話すことにしました。はい、ちょっとね、季節がずれているんですけど、今日も最後まで聞いてくださったら嬉しいです。それじゃあよろしくお願いします。今日はですね、こちらの付箋にメモをしましたので、これを見ながら話していきたいと思います。いつも通り何かしながらでもいいので聞いてくれると嬉しいです。はい、スノボに行きました。今年2月ですね。そう2月の終わりぐらいに無事にスノボに1回ですけど行くことができました。はい、皆さんはスキーとかスノーボードに行ったことはありますか？やったことはありますか？でスノーボードちょっと長いので短く略してスノボって言います。はい。で、スノボに2月末行ってきました。で、今回は場所は福井県です。福井県に行きました。私は愛知県に住んでいるんですけど、まず、家から30分ぐらいの場所まで車で行って、で、そこから、そのツアーのバスがあるので、それを予約していたので、バスに乗りました。でバスからそのスキー場まで、3時間ぐらいかかったかなと思います。それぐらいで行けましたね。で今回スノボをやったんですけど、場所はスキー場って呼んでいます。はい。まあ昔はスキーの方が有名でスキーをやる人の方が多かったと思うのでスキー場って呼んでいて、多分それが残っていて場所の名前はスキー場って呼んでいるのかなと思うんですけど、はい、そうスノボをやりに行ったんですけどスキー場に行きました。はい。で、朝10時過ぎぐらいに到着して、でそこでレンタルするものはレンタルするし、自分が持っているものは自分のものを使うしっていう感じですね。で、私はですね小物は持っていました。なので例えばニット帽とか、あとは手袋、グローブとか、あとゴーグルですね。雪が降っていたりとか、あとは滑っている時に風が強いと目が乾燥したり
するし、あとは雪の上ってすっごい眩しいので、それもあってそうゴーグルをする人はしています。私もそれがあった方が楽なのでゴーグルを持っています。はい、でその3点セットは自分のものを持っていたので自分のものを使って、で、スノーボードの板とあとはブーツですねは自分のものを持っていないのでそこでレンタルしました。なんかね1年になんか3回以上とか行くんだったら自分のボードを買ってもういいのかなと思ったりもするんですけど、そうだいたいいつもね1年に1回とかなので、だったらまあ別にボードはね持っていくのも大変ですしレンタルでもいいかなって思って、そうボードとブーツはいつもレンタルしています。そうで今言ったんですけど本当に1年に1回とかなんですよ、行けるのがね。で、私は子供の時はスキーの方よくやっていました。そうなんか昔はスキーの方が流行っていて、でスキーをやる人も多かったので子供の時とりあえずスキーを始めてみようっていうので、小さい時に家族と行ってスキーをよくやってましたね。なのでそうスキーはね結構上手だった自信があります。最近はスノーボードばっかりでスキー全然やってないのでまたうまくできるかどうかは分かんないんですけど。はい、でそうずっとスキーをやっていって、で大学生ぐらいの時になんか若い人にスノーボードが流行ったんですよ。そうなんかおしゃれだしかっこいいしっていうのでスノーボードが流行ったんですよね。で私もスノーボードやってみたいって言って確かお母さんと初めて行きましたね、一緒に。で、そこから始めたのでまだそんなにスノーボードをたくさんやったことがあるわけではなくて、今回のスノーボードが多分5回目とか6回目とかそれぐらいですね。で、しかもですね1年に1回まあ多くても2回とかそれぐらいしか行かないので、毎回リセットされちゃうんですよ。その恐怖心もそうですし、あとは滑り方とかターンの仕方とか忘れちゃうんですよね。なのでそう毎回行くと最初はやっぱりちょっと怖いな、大丈夫かなっていう不安があるので、今回も最初からリフトに乗るんじゃなくてまずは本当にね小さい低い山っていうかちょっとだけ坂を登っていってボードを持ちながらで、その低いところからまずは滑ってみて、で何回か滑って大丈夫そうだな、なんか感覚を思い出してきたぞって思ったらやっとリフトに乗るっていう感じです。なので今回もそうしてで、大丈夫だなって思ったのでリフトに乗って、で普通に高いところから滑るのをまた始めたんですけど、やっぱりね怖いですね毎年1回はやりたいなって思うぐらい好きではあるんですけど、やっぱりその雪のスポーツって怖いスポーツだなとは思います。今回じゃないんですけど、その学生だった時に山がこうあるとして、でこっち向きで滑ってたんですよ、後ろ向きで。で、後ろ向きで滑る時は体重をこっちにかけないといけないんですけど、で多分その時ねまだまだ今よりも下手だったので間違えてこっち側に体重をかけてしまって、でそのままガーンって転んで、で坂がこうなってるのでそのまま結構ね滑っちゃって、でどうしよう、止まらなかったら死ぬんじゃないかな、大丈夫かなって思ってたんですけど、なんとか途中で止まることができたので、大丈夫だったっていうそういうねちょっと怖い経験もあったので、やっぱりスキーとかスノボって結構怖いスポーツだなとは思っています。なんですけど、完全に忘れたりとかできなくなっちゃったら
ちょっと悲しいなって思うので、なるべく忘れないように毎年1回は行きたいなって思って行っています。はい、そんな感じです。で、今回もそうやって小さい山から練習して、でリフト乗って、最初は怖いんですけどターンしたりとかで、そのターンの回数を増やしていったりとか、だんだん慣れていって、で最後はね、怖いよりも楽しいの方が勝って、いい感じで滑ることができました。はい、でスキー場に行くことのもう一つの楽しみが、スキー場で食べるカレーです。またね、食べ物かいっていう感じではあると思うんですけど、なんでかわからないんですけど、スキー場で食べるカレーってめちゃくちゃ美味しく感じるんですよ。すごい高級なカレーとかじゃなくて、特別何かすごいものを使っている、入れているとかではないと思うんですけど、そう普通にね800円のカレーとかなので安いですよね。でそのカレーによくカツが乗ってるカツカレーもあるんですよ。で今回はチキンカツカレーにしました。ですっごい美味しかったですね。多分私の個人的な予想なんですけど、スキーとかスノボをしてもうすっごい疲れてるし、で体もねちょっと冷えているので、カレーっていうスパイスが多くて、結構食べたら元気になるし、体も温まるしっていうので、体が元気になるので、それでスキー場で食べるカレーは美味しく感じるんじゃないかなって勝手に思っています。もし皆さんの意見があったら教えてください。はい、という感じで、食べたいものを食べて、たくさん滑ってっていう感じでしたね。で毎年そうなんですけど、滑るのに慣れてきて結構楽しくなってきたら、もう一日が終わっちゃって、もう帰る時間になって、でまた来年かなっていう感じです。それがね毎年のスノボの感じですね。でもう帰りはすっごい疲れているので、どこか途中でサービスエリアとかにバスがね寄ってくれるんですけど、その時にちょっと食べたいものとかを軽く買って、でバスの中で食べて、でその後はもう爆睡です。爆睡するしかないです。はい、なのでそこからまたこっちに帰ってくるまではずっと寝ての時間でしたね。でその後車に乗り換えて、で家に帰ってきたっていう感じです。はい、っていうのが今年のスノボ事情でした。はい皆さんはどうですか？冬にスキーとかスノボとか行くことができましたか？もしね行けなかったよっていう方は、今年のまた12月からとかで、来年の1月2月3月ぐらいまではスキースノボシーズンだと思うので、ぜひ興味がある方は行ってみてください。でも初めての方は本当に気をつけてやってくださいね。結構危ないとは思うので気をつけて楽しんでください。はい、という感じで今日は今年のスノボの経験について話してみましたが、いかがだったでしょうか？今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。はい、それではチャンネル登録とグッドボタン、コメントよろしくお願いします。春になりましたが、まだまだチャンネル登録者2000人目指していますので、皆さんどうかご協力よろしくお願いします。はい、そして、日本語のオンラインレッスンはiTalki とプレプリでやっていますので、興味がある方は私と一緒に日本語を勉強しましょう。はい、それじゃあ改めて皆さん今日も聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。またね。See you later. Bye bye.